こんにちは、けこです。ご視聴いただきありがとうございます。今回は余っているアクリル毛糸を使ってこちらの綿棒用のカバーを編んでいきます。好きなサイズで編むことができるので、置いておくと生活感が出るものも、カバーがあるとお部屋が可愛くなるので、もしよかったら余っている毛糸で編んでみてください。使用する材料はこちらです。余っている毛糸何でも大丈夫です。動画ではかぎ針7号で編んでいきます。使用する毛糸に合ったサイズのものを使用してください。それでは編んでいきましょう。最初に鎖を編んで輪にしていきます。動画では鎖36目で編んでいきます。3の倍数の目数なら何目でも大丈夫です。鎖を輪にした時に、編みたいものにぴったりか少しきつく感じるくらいのサイズの輪で大丈夫です。それでは編んでいきます。ここから鎖を36目編んでいきます。1、2、3、4、5、6、この繰り返しで編んでいきます。鎖が36目編めたら、1つ目の鎖の裏山に針を入れます。糸を引き抜いて、これで鎖36目の輪が完成です。1段目は鎖1つで立ち上げ、細編みを36目編んでいきます。輪を編み終えたところから鎖1つで立ち上げ、1つ目の鎖の裏山に細編みを1回、2つ目の裏山に針を入れて細編み、3つ目も鎖の裏山に針を入れて細編みを編みます。この繰り返しで細編みを編んでいきます。4つ目、5つ目、6つ目、この繰り返しで1段細編み36目を編んでいきます。細編みを1周編んできました。35
35、36個目の細編みが編めたら、1つ目に針を入れて糸を引き抜きます。これで1段目が完成です。2段目も鎖1つで立ち上げ、細編みを36目編んでいきます。1段目の編み終わりから鎖1つで立ち上げ、細編みを編んでいきます。1つ目、2つ目、3つ目、この繰り返しで細編み36目を1周編んでいきます。2段目も細編みを1周編んできました。35、36目の細編みが編めたら、1つ目に針を入れて糸を引き抜きます。これで2段目が完成です。ここでこの色の毛糸は終わりなので、長めに糸を残してカットします。編み始めの糸と編み終わりの糸を処理します。編み終わりの糸はこちら方面に糸を通していきます。編み始めの糸は反対方向に糸を通していこうと思います。糸を長めに通し終わったら、糸はカットしておきます。これで縁部分が完成です。この状態でつけてみて、サイズが大丈夫だったらさらに編んでいきます。模様の1段目の編み図がこちらになります。模様を編み始める場所はどこの編み目から始めても大丈夫です。動画では
2段目の1つ目のところから編み始めています。糸を引き抜いて鎖1、2、3で立ち上げます。同じ編み目に長編みを1回、同じところに長編みをもう1回編みます。これが1つ目の模様になります。2つ目を開けた3つ目のところに長編みを3回編んでいきます。1つ目、2つ目、3つ目。これで2つ目の模様が完成です。2つ目を開けた3つ目に長編みを3回編みます。1回、2回、3回、2つ目を開けた3つ目に長編みを3回編みます。この繰り返しで1周編んでいきます。模様を1周編んできました。これが最後の模様になります。最後の模様が編めたら、最初の鎖3つで立ち上げた3つ目に針を入れて糸を引き抜きます。これで模様の1段目が完成です。この色の糸はここで終わりなので、糸を長めに残してカットしておきます。模様の2段目は違う色の糸を使って同じように編んでいきます。編み始める場所はどこからでも大丈夫です。下の段のこの部分から糸を引き抜きます。鎖1つ、2つ、3つで立ち上げ、同じところに長編みを2回編みます。1回、2回。これが1つ目の模様になります。2つ目はこの部分に針を入れて長編みを3回編みます。1回、2回、3回編みます。
これが2つ目の模様になります。3つ目はこの部分に長編みを3回編みます。1回、2回、3回。これが3つ目の模様です。この繰り返しで2段目も1周模様を編んでいきます。模様を1周編んできました。最後の模様が編めたら、最初の鎖3つで立ち上げた3つ目に針を入れて糸を引き抜きます。これで模様の2段目が完成です。この色の糸はここで終わりなので、長めに糸を残してカットしておきます。模様の段の糸処理について解説していきます。模様の段の糸処理も表の編み目に響かなければどこを通しても大丈夫です。長めに紐を通した方がしっかり仕上がりますが、糸処理も結構時間を使うので、こちらのスティックタイプのボンドを使うとそこまで長めに紐を通さなくても大丈夫ですし、使用しているうちに糸が出てきてしまうこともないのでおすすめです。ボンドがなくてももちろん大丈夫です。他の糸も同じように糸処理をします。模様の3段目からも同じ編み方で模様の段を好きな高さまで編んでいきます。編み始める場所はどこからでも大丈夫です。糸を引き抜いて鎖3つで立ち上げます。同じところに長編みを2回、これが1つ目の模様になります。この部分に長編みを1回、2回、3回、この部分に長編みを3回、この繰り返しで
模様の段を編んでいきます。模様の段を4段目まで編んできました。この後細編みをあと2段編むので、その手前の高さまで模様の段を編んでいます。ここから縁の段を編んでいきます。鎖1つで立ち上げ、細編みを36目編んでいきます。細編みを編み始める場所もどこの編み目から編み始めても大丈夫です。糸を引き抜いて鎖1つで立ち上げます。同じ編み目に細編みを編みます。1つ目、2つ目、3つ目、4つ目、5つ目、6つ目。この繰り返しで細編みを全部で36目編んでいきます。細編みを1周編んできました。36個目の細編みが編めたら、1つ目に針を入れて糸を引き抜きます。縁の2段目も鎖1つで立ち上げ、細編みを36目編んでいきます。1段目の編み終わりから鎖1つで立ち上げ、細編みを編んでいきます。1つ目、2つ目、3つ目、4つ目。この繰り返しで細編みを全部で36目編んでいきます。これが最後です。頑張っていきましょう。細編みを1周編んできました。35、36の細編みが編めたら、1つ目に針を入れて糸を引き抜きます。糸は長めに残してカットします。編み終わりの糸を処理します。この部分はできれば1周通した方がしっかり仕上がります。糸を通し終わったら糸はカットしておきます。完成です。お疲れ様でした。サイズはだいたいこのくらいになります。色の組み合わせで雰囲気も変わるので、配色を考えるのも楽しいです。カラフルなものがお部屋にあると明るく元気になります。余っている毛糸でも編めますので、
ぜひ好きな色で編んでみていただけると嬉しいです。編んだ作品はハッシュタグけこチャンネルでシェアしていただけるととても嬉しいです。さらに編み物について詳しく知りたい方、わからない時に質問したい方はメンバーシップにご登録いただくと安心です。いつもいいねボタンやコメントをいただきありがとうございます。動画の感想やリクエストなどありましたらコメントいただけると嬉しいです。お待ちしてます。ご視聴いただきありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登